高い声を出したいと誰もが思いますよね。でも高い声はなかなか出ません。高くなってくると声がひっくり返ってしまうからです。では、高音発声について考えてみましょう。これが、口頭なんですけれども、高音発声をするときにネックとなってしまう、声がひっくり返ってしまう現象はどうして起きるんでしょうか。今諸説があるんですけれども、僕が今一番正しいと思っている説をご紹介しましょう。それはですね、高音を出すための筋肉、それから、声帯をきっちりと締めるための筋肉のバランスの使い方がうまければ声はひっくり返らずに高い音までいけるし、それがうまくできないのでみんなひっくり返ってしまうと、そういう考え方です。ではそれをこの模型を使って説明してみましょう。はい、では先ほども出てきたと思いますけれども、これは甲状軟骨で、その間に輪状軟骨というのがあります。そしてこの甲状軟骨と輪状軟骨の間に声帯が、かけられているわけですね。そこを見てみましょう。その間にちょうど声帯がくっついているわけです。そこでこの、輪状軟骨と甲状軟骨をつないでいる輪状甲状筋、これ CT とこれから呼びましょう。この CT が収縮するとこの幅が狭くなって甲状軟骨が前に倒れるわけですね。そうするとその間にかかっている声帯は前に引っ張られてテンションが上がります。物はテンションが上がると早く振動するようになります。例えばギターですね。ギターの弦をこうペグを巻いていくとピリピリピリとこう強く引っ張られますね。そうすると音がビーンと上がってくるのを誰もが知っていると思います。それと同じ現象がここで起こるわけですね。それから、こう見てみましょう。この甲状軟骨と、比列軟骨の間に甲状比列筋というのがたくさん走ってていくつかの種類があるんですけれども、それをこれから TA と呼びましょう。その TA が収縮すると声帯がこう比列筋が回転して声帯がこうピシッとこう締まって、いわゆる強い力のある地声を出すための筋肉とか言っても大雑把には見えると思うんですけども、声帯をきっちりと締めるための筋肉なんですね。はい、でこれは、締めることによって主にチェストボイス、力強い太い声、低音の中音域の声ですねを出す音がはっきり出ますし、先ほどの高い声の、CT が動くと声帯が少なくされて高い声が出るわけです。それとこの低い声が出す、CT、TA のバランスをうまく変えてあげれば音がきれいにつながっていくと。ただ普通はそれがなかなかできないのでどうしても声がひっくり返ってしまうわけです。でこれからそれらのバランスを整えていく練習をしてみましょう。声は普通見ることができませんが、最近のコンピューターソフトを使いますと簡単に見ることができます。では、このソフトを使って音を取り込んで見てみましょう。あえいおう、はい、もう取り込めてしまいました。ではこれを視覚的に、解説してみましょう。まずこの上の、ウィンドウが音の波形を表しています。音の振幅ですね。あと振幅スピード。振幅スピードが速ければ速いほど高い音が出て、この振幅の幅が大きければ大きいほど、大きい音が出ると。少なければ小さい音になります。はい、この波形でまず声を見てみると、この最初の波形がちょっと多すぎて潰れてしまってますけど、ですね。で次が A と、そしてE、O、U と変わっていきますね。はい、ではこの下の波形を見てみましょう。これは、サウンドスペクトログラムといって、フォルマントの位置を視覚的に確認することができるソフトです。この色が濃くなっているところがフォルマントなんですけれども、そもそもフォルマントとは何かといいますと、音の倍音のエネルギーが集積している位置の形なんですね。音には出した音の
倍音という何倍もの音がいくつも耳には聞こえないんですけれども重ね合わされていまして、その集積エネルギーが強くなっているところ、弱いところがあります。その強くなっているところのパターンによって音が違って聞こえてくるわけですね。同じ、喉で鳴っている音があ、え、い、お、う5つの音に聞こえるのはそのフォルマントの位置が変わっているからなんです。では見てみましょう。まずこれ最初の、母音ですね。戻ってこれですね。これあです。あ、はい。ここの、濃くなっているところ、この第1フォルマントがこの1キロあたりにありますね。そして第2フォルマントがまたさらに近いところにこうあると。そして第3第4とある、こういう位置関係になるわけです。それが全部違うわけなんですけれども、一番違うのが、例えば「い」ですね。い、そうですね。この「い」のフォルマントは第1フォルマントが低いところにあって、でその次のフォルマントが差がすごい空いてると、これが非常に、特徴となっています。でこのように母音は第1フォルマント1個目のフォルマントと第2フォルマント2個目のフォルマントの、位置関係によって表されると言われています。普通歌を習うとまず口の形あ、え、い、お、う、口の形で母音をはっきりと分けましょうということを習うんですけれども、それは、口の形を動かすことによって口腔内の周波数特性を変化させてフォルマントを変えていたということなんですね。これが今後練習する発声にも大きく影響してくる知識なので難しいと思うかもしれませんけど頭に入れておいてください。